Twitter ではお知らせしましたが、使っていた SD カードが壊れてデータが破損してしまいました。どうにかして復旧できないかいろいろ試しましたが無理でした。なので撮影日が飛び飛びになっていたり、撮影途中で切れてしまっている部分がございます。ご了承の上ご覧ください。皆さんこんにちは、まなみです。今回はポテンツァを初めて受けてきたのでレビューをしていこうと思います。内容としてはほぼダーマペンを受けていた時のレビューと同じなんですけど、まずポテンツァについてご説明をしてから、金額、施術の流れ、施術内容、所要時間と肌の変化をご覧いただこうと思います。ダーマペンをレビューした時と同様に携帯にメモをしているので、こちらを見ながらお話ししていきます。ということで早速始める前にキレイパスというサービスをご紹介します。初回限定にはなってしまうんですけど、3000円のクーポンを発行していただいていて、ポテンツァに限らずどの美容施術でもお使いいただけます。気になる方はぜひ概要欄の方からご確認ください。ポテンツァをご存知ではない方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明します。まずポテンツァはダーマペンの進化系なので、ダーマペンについてご説明しますと、まずダーマペンという機械があって、それについているかなり細い針で肌に穴を開けます。意図的に怪我をさせるような感じです。その穴が開いている状態の時に美容液などの薬剤を入れて、さらに美容効果が上がるようにしたりすることもできるんですけど、その怪我から回復する過程でコラーゲンやエラスチンなどが生成されるので、毛穴の開きやニキビ跡だったり小じわなどに効くと言われています。そのダーマペンから進化したのがポテンツァです。ポテンツァも針を使って怪我をさせて回復する際にコラーゲンなどが生成されていくっていう過程は変わらないんですが、それに加えて針の先から RF エネルギーというラジオ波が出ます。真皮の層に熱を与えることでコラーゲン生成がしっかり行われて、さらに熱を与えているので止血効果もあって、ダウンタイムがダーマペンに比べて短いと言われています。また感想などについては後でお話しします。ということでまずは金額からお伝えしていきます。クリニック名は許可をいただいていないので出さないんですけど、キレイパスで載っていたので、もしかしたら調べていただくとわかるかもしれないです。私が行ったクリニックだと、おそらくポテンツァだけを受けるってなると33,000円プラスおそらく麻酔代もかかってくるのかなと思います。私はポテンツァプラスドラッグデリバリーシステムっていう薬剤を肌に入れるプランにしたので高かったです。マックームというポリ乳酸の薬剤を追加したんですけど、そのポテンツァとドラッグデリバリーシステムの金額が66,000円で、プラス麻酔代が5,500円かかったので、合計で71,500円でした。理想では毎月1回受けるのがいいと言われているので、その値段で3回から5回とか続けていくってなると結構高いなって思います。これから様々なクリニックで導入されていくと価格競争によって少しずつ安くなっていくのかなとは思うんですが、現時点では結構高いなって感じています。で、ドラッグデリバリーシステムってお話ししたんですが、薬剤の種類もいろいろありますし、あと他にもチップ、針の種類っていうのがいろいろあるので、気になる方はぜひ調べてみてください。確か赤ら顔用とかタイトニングとかもあったと思います。次は施術の流れをお話ししていきます。もうどこのクリニックか分かっている方もいらっしゃるかもしれないんですが、大体どこも同じような流れだとは思うので、参考程度にご覧いただけたら嬉しいです。まずクリニックに到着してすぐに個室に通していただきました。あと問診票を携帯で打って、その後カウンセラーの方と一緒に確認していって、どういう肌悩みがあるのかについて話してから洗顔をしていきました。洗面所もかなり綺麗で、カーテンで外からあまり見えないようになっていたので、そういうところは良かったかなって思います。洗顔が終わった後、部屋に戻ってポテンツァがどういった施術なのかっていうのについて説明を受けました。まずポテンツァは1週目は熱を与えて、2週目で薬液を入れますよっていう説明を受けて、薬剤はどうしますかっていう話だったんですけど、私はまずは有名なマックームを受けてみたいって決めていたので、迷わずそれにしました。私は肌が赤いのが悩みっていうのをお伝えしていたので、確かメニューのマックームの上に載っている2つの薬剤の方が赤みに効きますっていう風におっしゃっていました。名前が思い出せないので申し訳ないんですけど、そういう肌の赤みに対応している薬剤もあるみたいです。で、その後確か医師からの説明があって、他に気になってるところありますかみたいなお話をしました。で、同意書を書いて、
で、確か支払いをして部屋を移りました。で、またそこで看護師の方とカウンセリングみたいなことをしたんですけど、どこが一番肌悩みがありますかみたいなこともしっかり聞いていただけて、肌もじっくりチェックしていただいたんですよ。あまり他のクリニックでもそこまで見られたことはないなって思うくらい真剣に見ていただきました。で、ここから実際の施術内容なんですけど、まず顔を消毒していきました。問診票でアルコールをつけると赤くなりやすいっていう風に書いていたので、アルコールが入っていないもので消毒しますということで、スースーしたりせず肌に優しかったです。麻酔クリームを塗って20分置いてから、施術する箇所だけ麻酔クリームを取り除いて、1箇所ずつ針を当てていく流れでした。で、これは知らなかったので驚いたんですけど、お腹に電極パッドを貼ったんですよ。少しひんやりしたんですけど、それを貼って、で、それから施術っていう感じでした。ちなみにピアスはしたままでいいということでした。あと、ポテンツァは長さとか速さ、熱量なども変えられるそうです。一応長さとかは聞いたんですけど、熱量とかまでは聞けなかったので、それは人によって変わってくるのかなと思います。先ほどご説明した通り、1回目は熱を流すんですけど、皮膚が吸引されながら刺すので、痛みを感じにくいらしいです。ただ、私は普通に痛かったです。痛みはそのまま針で刺されているっていう感じでした。ダーマペンって滑らせて針で刺していくんですけど、ポテンツァはホッチキスみたいな感じでガチャンっていう感じなので、ダーマペンよりも時間がかかっているからか、痛みもその分長く感じるのかなって思いました。2回目は美容液を塗ってからまた同じ部分を針で刺していきました。長さはこの頬の下の方が 2mm で、真ん中のあたりが 1.5mm、目の周りが 1mm、あと小鼻が 2mm で、筋が 1mm、おでこも 1mm でした。で、大体その施術自体は40分ほどで終わりました。全顔終わったら、成長因子入りのリジェンスキンのパックか、無料のパックかっていうのを選択できて、私は家にパックがあったので、クリニックでは無料のパックをしました。で、その最初の説明の時に、施術後12時間がゴールデンタイムなので、帰って1回パックをして、またお風呂後にパックをすることを勧められました。で、その無料のパックは5分間置いて、それで終わりなので、その後帰り際に化粧室みたいなところに連れて行っていただいて、髪とかはセットできるようになっているんですけど、そこで身なりを整えて帰宅っていう感じでした。で、帰り道はヒリヒリ感があって、意外と赤みが出るんだなって思いながら帰宅したんですけど、その日はだんだん夜になるにかけて赤みが増していったかなと思います。私はポテンツァを受ける前はダウンタイムとかほぼないんじゃないかなと思っていたんですけど、赤みは普通に出たかなっていう感じです。あとだいたい施術が終わってから1時間後ほどでほぼ麻酔が切れたなって感じました。ちなみにかかった時間なんですけど、問診プラス麻酔20分、施術40分、鎮静パック5分で、待っている時間だったりを合わせてクリニックに入ってから出るまでは合計2時間かかりました。初めて行ったクリニックだったのでそれくらいかかったんですが、2回目とかになると1時間半とかになるんじゃないかと思います。あと12時間は洗顔とか顔を濡らすことは禁止で、24時間後からメイクをしてもいいので、そこはダーマペンを受けた時と変わらなかったです。ということで次は肌の様子をお見せしようと思います。施術前の肌の様子をお見せしていきます。スキンケアをしてその後キャンメイクの日焼け止めを塗ったので少し白くなっているかもしれないです。おそらくシャンプーが合わないんだと思うんですけど、ここに結構ニキビができてしまって赤くなっています。頬はこんな感じです。ということでまた帰ってきたら撮影しようと思います。こちらは施術後の動画でパックをする前にも撮影していたんですが消えてしまったので説明しますと、成長因子入りのパックをしています。15分置いたので取っていくところです。施術後の肌はこのような感じです。ここは 1mm でしていただいたので、そこまで赤みは出ていないかなと思います。ここまで腫れていないので、毛穴の大きさ的にはあまり変わっていないかなって思います。この辺りは 2mm で施術していただいたので、本当にわずかなんですけど、点々っていう感じで出血があったんですが、今はもう全然気にならないです。左側はこのような感じです。頬の一部分を 2mm でしているって考えると赤みは出ていない方なのかなって思います。それでも赤いですけどね。
こちらは施術当日の寝る前に撮影した動画で、スキンケアをしているところしか残っていなかったんですけど、とりあえず成長因子配合の美容液を塗ってから成長因子入りのパックをしていきました。レーザー後のアフターケアとしてはいい組み合わせなんじゃないかと思います。顔の赤みはどんどん増してきて、ダーマペンをした時と同じくらい赤みが出ていました。でも比較すると痛みは少なかったかなって思います。こちらは翌日2日目の夜の動画です。2日目は朝からかなり赤みが引いているのを感じて、洗顔をした時に肌がツルツルになっていました。毛穴に関しては少し小さくなっています。でもダーマペンほど腫れて小さくなるっていう感じではなかったです。痛みとか痒みもありませんでした。こちらは3日目の夜の動画です。赤みに関しては少しだけ赤いかなっていうくらいまで戻っていました。ただ乾燥はしていて、洗顔をした時にザラつきを感じたのと、特に口周りは見た目ではそこまでわからないものの、触ると特にパサつきを感じました。毛穴なんですが、頬の大きい毛穴に関しては変わっていないかなって思ったんですけど、小さめのものはかなり引き締まっている気がしました。こちら4日目の夜の動画です。鼻以外の赤みは完璧に戻っていて、あとは乾燥だけでした。特に鼻の一番高い部分とか、口周り、顎のラインはザラつきが多くて、メイクをしてもノリが悪かったです。毛穴の開きに関してはちょっといいかな、どうかなっていう感じでした。5日目からはほとんど見た目の変化がなかったので、最終的に乾燥が落ち着いた8日目に撮影しました。おでこはこのような感じです。この日は右側の方が毛穴が開いているように見えます。で、鼻の毛穴の赤みっていうのは治るまで少し時間がかかったので、まだポツポツ赤いのが見えていると思います。この8日目の肌を見てみるとあまり良くなっていないじゃんって思ったんですけど、でもメイクのノリが良くなったのと毛穴落ちっていうのが格段に減っているので、毛穴の凹凸の深さは少し浅くなっているんだと思います。ということで、私はポテンツァを受けるのが初めてだったんですけど、クリニックでも言われたんですけど、ダーマペン5回分の効果がポテンツァ1回で出るっていうことだったんですが、多少良くなってるとは思ったんですけど、そこまでではないかなって正直思いました。また時間が経つと少し開いてくるかなっていう気はします。それよりも私が効果を感じたのは、肌の赤みと、あと皮脂の出方なんですけど、冬で血管が収縮していて、肌の赤みが少ないっていうのもあるとは思うんですが、それに加えてポテンツァをすることでかなり赤みが収まったなっていう風に思いました。あとこの鼻のあたりの皮脂が少し減ったなって感じて、メイクをして時間が経つとこのあたりはテカることが多いんですけど、施術をした後2週間ぐらいは皮脂の量が少なくなったっていうのを感じたので、そこにも効果があったのかなって思います。はい、ということで私の個人的な感想をお話ししていきました。ポテンツァっていう施術はダーマペンと同様顔に針を刺していく美容施術なので副作用があったりするんですけど、そういうところはぜひご自身で調べていただいて、医師とも相談して受けるかどうかっていうのを決めていただければと思います。今副作用が出なくても将来出てくる可能性っていうのもあるので、ぜひそこはリサーチをした上で受けてみてください。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。